今日なんですけれども、先日使った古流棒手裏剣大会の公式的ターゲット、これがまだ少し余ってます。なのでこれを使って遊んでみようかなと思います。で、内容なんですけれども、2剣からの9連打、これを行って手裏剣を変えてどれが一番よく刺さるのかなと。要は自分が気に入っている手裏剣、それから普段練習に使っている手裏剣で、どれが一番よく刺さるかなと、そういった実験をしてみようかなと思います。畳がだいぶボロボロになってきたので、畳の上下をひっくり返しました。これは単純に今日見やすいようにですけれども、もう少しここは使っていこうかなと思います。もうちょっとボロボロになったら本格的に上下をひっくり返しますが、今日は見やすいように新しい面の方に貼ってみました。使う手裏剣ですが、まずはこちら、私が一番好んで練習に使っている六角形のものなんです。六角形15センチの手裏剣、こちらが9本あります。そしてこれはコンクリート針に糸を巻いて巻物を作ったものと房を作ったもの、これは10本あるので、ちょっと1本本数調整して使います。これがね、巻物をつけて手裏剣にしたもの、こっちが房をつけたものですね。この2つはね、だいぶ飛び方も違いますし、一見似てるんですけれども、作ったコンセプトが実はまるで違います。ですがこの辺も5本5本なので1本ちょっと調整をして使っていこうかなと思います。そして、私が近い距離なんかでよく使う細型のもの、18センチあります。一応ね、白井流型としておきましょう。18センチ6ミリの丸棒です。軸は丸いんですけれども、先端の方だけちょっと三角形にしてあります。全てじゃないんですけれどもね、ちょっと先の方もいろいろと遊んでます。白井流型のものと巻物を巻いたものと六角形の手裏剣、これでそれぞれ9連打をやってみて、どれが一番高得点が出るか試してみたいと思います。距離は2剣 3.6 メートル取ってあります。この辺りで 3.6 メートル、そこからもうちょっとだけ後ろに下がったところから始めます。18センチの手裏剣からいきます。こんな形でした。1本ね、なんとかいきなり鬼抜きましたね。最後の一投がね、これだったんです。最後気を抜いてしまったかもしれません。で7点に12345本5本で、8点に2本、5点に1本外れてまして、10点に1本と。ですので得点は66点でした。続いて巻物と房付きの手裏剣いきます。巻物を5本、房付きのものを4本にしてみました。これで9本になってます。畳が新しいのでちょっとね、刺さりが、なんていうのか悪いというか、
ちょっと変な風に打ってしまうと刺さりにくくなっています。まだ畳表が硬いので、なのでしっかり打っていきます。房付き、それから巻物付き。ここから房付きいきます。こちらはちょっと5点に2本いってますね。5点に2本、6点に1、2本で、7点に1本、8点に1、2、3本、9点に1本、62点ですね。62点。六角形いきます。だいぶね、ちょっと自分でも狙いを外しちゃったなという感じがしましたが、5点に1本、6点に1本で、7点に、これも7点ですね。1、2、3本が7点で、8点に1、2、3本8点で、9本に1点、1本、合計で65点、65点でした。合計得点ですが、18センチのものが、合計で66点、巻物付きの手裏剣が62点、六角形が65点といったところです。1回だけではわからないので、もう1回、ただし同じようなことを繰り返すので、ちょっと巻きでいきます。硬いからしっかり打たなければいけないっていうのと、何よりもちょっと話しながらやりますね。何よりもこの18センチが意外とコントロールがしやすいんですよね。練習で一番時間を割いてるのは六角形なんですけれども、ついでこの18センチ。ただこの18センチは、力を加える時間が少し長い。長い分手の内で少し操作しやすいんでしょうね。なので結果はいいです。得点なんですが、5点に1本で、6点の方に1本、これも6点ですね。2本、3本で、7点に2本、8点に2本、9点に1本、合わせて62点ですね。62点。巻物、それから房付きいきます。今雨が降ってるんですけど、急に晴れたり強く雨が降ったりの繰り返しで、今急に晴れてきましたね。巻物、それから房付きいきます。
5点に1本で6点に123本ですね。で7点に1本、7点1本だけですね。で8点に123本で9点に1本と63点でした。得点は63点。六角形いきます。5点が2本、6点なしで7点に1、2、それから3本で8点に2本ですね。で9点に2本合わせて65点でした。65点というわけで、それぞれの手裏剣を打ち分けてみました。でそれぞれにやっぱり特徴がありまして、打ち方が違います。投げ方が違う。で投げ手は一緒なので、手に合う合わないっていうのはもちろんあるんです。あとは慣れ。やっぱりね、一番よく使ってる手裏剣、六角形のものが一番平均点は良かった。ばらつきが少ないと思います。ただこの18センチっていうのも意外と頑張ってくれた。これは先ほども言ったように少し長いんですね。15センチのものよりも長い分、手の中で少しこう調整する時間があるんです。ほんの一瞬なんですけれども、そのほんの一瞬が大きい。要は力を加えてる時間が長いので、ちょっとした調整ができる。なので意外とコントロールがいい。やはり私の場合ですけれども、まだ少しこういう手の中でこの滑らせていく時間が長いので、長めの手裏剣の方がコントロールはしやすくなるんじゃないかなと思いました。で意外とこの巻物をつけたものが、平均点が一番低かったです。これはね、私が自分の好みに合わせて巻いたので、もうちょっと平均点いいかなと思ってたんですけれども、これの場合房付きとそれからこの巻物をつけたもので、実はこれ全く飛び方が違うんですね。同じく糸を巻くっていうコンセプトは一緒なんですけれども、実は飛び方、それからやりたいことっていうのがこれそれぞれ違います。なのでもしかしたらこれだけで9本持てばもっと違う結果は出たかなとは思ってます。もしくはこの房をつけたものだけで9本揃えてしまえばもっと違う結果が出たと思いますが、今日のところは混ぜてしまったのでこういう結果になりました。やっぱり手裏剣によって全然飛び方っていうのは違ってきます。なので最終的にはね、その人の調整の仕方にもよるんですけれども、ほんの少し形や長さが違うだけで全く飛び方が違います。なのでもし手裏剣でこうスランプに陥っちゃったなっていう方は、思い切って手裏剣を1個だけでも違うものを使ってみると新しい発見などがあるかもしれません。こんな形でもし何か気になるようなことがありましたら、コメント欄の方に書き込んでいただければできる限りの対応をさせていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。